こんにちは、上田です。今回は日本のことについてある程度簡単な説明とかになります。今現在日本で暮らしていて、どうしてもある程度日本の文化とか日本の話が出てしまうので、あらかじめ日本のことについて簡単な言語や文化や法律について説明していこうと思います。また今回ちょっと全部のことを一度に説明したら長くなりすぎるから、動画は3つに分けようと思います。では最初は日本語というか日本の文字について説明していきたいと思います。日本にはひらがな、カタカナ、漢字の基本3種類の文字があります。また日本語は外来語がとても多い言語になります。とりわけ英語由来の言葉が多くて、それらはカタカナという文字を使って書くことになっています。はい。それもダイエットとかコンピューターとかキーボードとか数だけなら結構たくさんあります。まだ他にもローマ字とかそんな文字もあります。ただローマ字はパソコンの文字入力以外ではそんなには使わないです。基本的には3種類ですね。ひらがな、カタカナ、漢字の3種類ですね。それでローマ字っていうのは日本語をアルファベットで書く方法で、海外の人向けの日本語の表記法になります。実はローマ字は外来語ではなくて、日本語を外国の人向けに書いたものなんですね。またさっきも話したけど、ローマ字は基本パソコン入力とかクレジットカードの名前とか会社とか何かのロゴの表示とかそういった時に使います。また日本の言語に関して文字はひらがな、カタカナ、漢字をブレンドして使うのが普通なんですが、ひらがなとカタカナは結構難易度が低くて簡単に書ける文字になります。ひらがなとカタカナは結構簡単なので小学生でも普通に書けるし読むこともできます。ただし漢字は結構難しいので日本人でも完全に書くことができる人はほとんどいないと思います。基本みんな読むことは簡単にできるけど、完全に全部の漢字を書くというのは結構難しいです。漢字の場合は日本人でも漢字を完全に書ける人は多分いないと思います。多分漢字は中国から入ってきた文字だと思います。基本その3つの文字を混ぜて使う漢字です。ひらがな、カタカナ、漢字、その3つを混ぜて使う漢字ですね。はい。また日本にはことわざとか四字熟語という概念があります。ことわざってのは短い伝統的な表現で、人生や行動の教訓を伝える言葉って感じで、対して四字熟語っていうのはことわざの漢字4文字版って感じですね。はい。ことわざと似たような概念ですが、漢字4文字で
非常に短くまとめているのが特徴になります。それと日本にはいろんな方言があるんですが、標準語に近い東京弁っていう方言があって、それと関西弁っていう関西方面の方言もあります。日本ではその東京弁と大阪弁っていうのが方言の二大勢力になると思います。多分その2つが勢力としては大きいと思います。東京弁と関西弁っていうのが。はい。ただ本当に有名で影響力が高いのは関西弁になるかもしれないです。はい。ちなみに私自分も関西人なんで普段からずっと関西弁使ってます。他にも方言はちょっと数えきれないほどたくさんあるので、今回は2つだけにしておきます。はい。それで地域とか都市についてなんですが、これは有名なことで説明するまでもないような話かもしれないけど、日本で最も人口が集中している都市は東京都で、その次は神奈川県と大阪府になります。基本的にその3つがかなり人口が集中しているところになります。ただ東京と神奈川ってところはかなり近いところにあります。とりあえず今回はここまでで以上となります。次は現金とか収入とか物価とかについての説明になるので、とりあえず今回はこれで以上となります。はい。